今日は漬け込み5分で作れる鶏ささみの唐揚げを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は漬け込み時間たったの5分で作れる鶏ささみの唐揚げを作りたいと思います。ということで今回はスーパーでもお安く買えて、かつですね、お肉の中でもヘルシーな鶏のささみ肉を唐揚げにしていきます。で、この唐揚げはなんとね、漬け込み時間たったの5分でとても美味しく仕上がります。作り方はすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏のささみ、片栗粉、薄力粉、お醤油、調理酒、お砂糖、おろしにんにく、おろし生姜、そして揚げる時に揚げ油を使います。今回はこちらの材料で作っていきます。鶏のささみ肉なんですけれども、グラムで言うと400から500グラムぐらい、そして本数で言うと7本から8本ぐらいがちょうどいいかなと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずこちらの鶏のささみ肉ですね。このお肉の下処理をしていきます。鶏のささみ肉についてるこの筋をね、最初取りたいと思います。で、このね、筋取りをする時に用意していただきたいのがフォーク、そしてあとはキッチンペーパーですね。この2つを用意してください。キッチンペーパーはだいたいこのぐらいの大きさにしていただいて半分に折ります。ではやっていきます。このフォークの隙間にこの鶏のささみの筋を入れ込みます。どこの部分に入れ込んでいただいても OK です。で、このね、上に出っ張ってるこの筋をこのキッチンペーパーを使って掴みます。これをね、素手で掴んじゃうと引っ張る時にかなり滑るので、こういったね、キッチンペーパーを1枚挟んでいただくときちんと固定できます。このように持っていただいて、あとはフォークを鶏のささみ肉の方にぐーっと引っ張ります。ヒューッと。はい、こっちの手は自分の方にグッと引っ張ってください。そうするとこのように綺麗に筋取りができます。お肉はこんな感じになってます。ってな感じでフォークとね、キッチンペーパーを使えば簡単に筋取りができます。それではね、残りも筋取りしていきたいと思います。コツをつかめばスッスッスッと簡単にできるかなと思います。このようにね、筋取りが終わりました。はい、こんな感じです。綺麗に筋取りできました。ここから早速ね、5分間漬け込みしていくんですけど、今回私が買ったささみ肉が結構ね、大きいので、大きいものは半分に切りたいと思います。で、こんな感じでちょっと大きいお肉はこうちょっとね、斜めにしていただくと、こんな感じ、食べやすい大きさになります。はい、それでは同じようにね、ちょっとこう縦にやると細長くなっちゃうので、少し気持ちいい斜めにね、包丁入れてこんな感じで切っていきます。まあ小ぶりのささみ肉の場合はそのまま使っちゃって OK です。ささみ肉もね、形がいろいろあるので、その形に合わせて切ってみてください。はい、このように切りました。それではボウルを用意していただいて、ここにお肉を入れます。で、あとはね、もう調味料入れていくだけです。入れ方の順番にポイントがあります。一番初めにお砂糖を揉み込みます。結構ね、ささみ肉ってこう淡白な感じなんですけれども、お砂糖入れていただくとコクが出てとても美味しくなります。このお砂糖はですね、お醤油を入れた後だとちょっとね、お肉に入りにくいので、一番初めにお砂糖を揉み込んでいきます。ちょっとしたね、こう混ぜる順番とかを変えるだけでも全然変わってくるので、ぜひやってみてください。はい、このようにね、お砂糖のシャリという感じが半分ぐらいになれば OK です。そしたらここに調理酒、そしてお醤油で、あとはニンニク、そして生姜で、このニンニクとね、生姜の量はお好みで調整していただいて OK です。そしてこれを混ぜます。はい、このように全部混ぜました。それではここにね、ペトッとラップをして、ちょっと落とし蓋風にピタッとね、ラップを貼り付けます。このまま冷蔵庫で5分漬け込みます。はい、5分経ちました。それではラップを取ります。しっかりね、全体が浸かるように、今回はね、ちょっと多めのタレで漬け込んでいるので、少しね、こんな感じでちょっとタレが余ります。なので、こちらをね、一度取り除きます。はい。で、そしてこのように汁気がない状態にしてください。
片栗粉とあとは薄力粉を入れます。そしてこれを混ぜましょう。お肉全体に片栗粉と薄力粉をまぶしていきます。で今回ね、私は見えやすいようにボウルでやってるんですけど、この工程を全部ねポリ袋でやっていただいても OK です。はい、これで準備完了です。あとはこちらを油で揚げていきます。はい、それではね、油で揚げていきます。油はそこから2、3センチぐらいですね、入れてください。で、もし深めのフライパンがあればね、それでやっていただいても OK です。ちょっとね、ちっちゃめの小鍋とかでやっていただくと、ちょっと油の節約にはなるかなと思います。で、火にかけます。今回は160度から180度ぐらいのね、間の温度で揚げていきますので、それまでまず油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。で、目安としては菜箸を入れた時に菜箸の端からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それでは揚げていきたいと思います。油跳ねなど注意しながら揚げていってください。大体このままね、色づくまで3分から5分を目安に揚げていきます。あとはこういった余分なカスはもし余裕があれば取っていただくと綺麗に揚がります。いい揚げ色になってきましたね。今ね、揚げてから3分経ちました。もうちょっとかな。あ、いい感じに揚がりました。今ね、ちょうど4分ぐらい揚げました。揚げる本数によってね、時間が変わってくるので、だいたい3分から5分を目安に揚げてみてください。はい、こんな感じで美味しそうな揚げ色になりました。揚がったものから取り出します。はい、こんな感じで美味しそうに揚がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。で、2回目揚げるときはね、結構カスがあるので、網でね、カスをすくってから揚げてください。揚げ上がりました。これで完成です。このまま軽くね、3分ほど油を切って完成です。衣もサクサクに仕上がりました。はい、これで漬け込み5分で作れる鶏ささみの唐揚げの完成です。はい、このように衣もサクサクに仕上がってとてもジューシーで美味しそうに仕上がりました。それではいただきたいと思います。いただきます。しっかり味が染みててとても美味しいです。お砂糖の甘みが効いてるので、ささみのお肉自体はね、あっさりしてるんですけど、ちゃんとコクがあってとても美味しいです。いや、これはちょっと止まらなくなりますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏ささみ唐揚げのポイントです。ささみ肉は1本ピーッと筋が入ってます。で、その取り方はですね、フォークとキッチンペーパーを使っていただくととても簡単にスッと取ることができます。包丁でね、やるやり方とかもいろいろあるんですけれども、この方法がね、一番手軽で簡単にできるかなと思います。今回はですね、ちょっとね、お肉の大きさが大きかったので、食べやすい大きさに切りました。なので皆さんも買ってきたお肉が大きい時は、食べやすい大きさに切って作ってみてください。例えばね、お弁当とかに入れたいなという時は、もうちょっと一口サイズの大きさに切って作っていただいても OK です。そして味付けをする時のポイントです。唐揚げを作る時に一番初めにお砂糖を揉み込んでください。この鶏のささみはね、結構あっさりしてるんですけれども、お砂糖の甘みがお肉の中に入るとコクがアップしてとても美味しくなります。お砂糖はですね、醤油と一緒に入れてしまうと、お砂糖の甘みがお肉に染み込みにくくなってしまいますので、必ずお砂糖を揉み込んでからその他の調味料を加えて揉み込むようにしてください。あとはですね、もう5分漬け込むだけなのでとても簡単です。今回は結構たっぷりめのタレで漬け込んでいるので、水分を出してから片栗粉と薄力粉をまぶすようにしてください。そして揚げるときはですね、だいたい160度から180度の温度で揚げてみてください。これはね、揚げる本数とかによってもね、ちょっと適正な時間が変わってくるので、様子を見ながら揚げていただけたらと思います。ということで今回はね、ささみ肉の唐揚げを作ったんですけれども、本当にね、味もしっかり染み込んで、とても美味しく仕上がってます。お弁当のおかず、そしてお酒のおつまみにもぴったりです。とても簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は鶏ささみの唐揚げを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。